はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は海鳥とウニの島天売島に旅行してきた動画になります。皆さん天売島知っていますか？利尻島や礼文島などに比べ旅行雑誌にも情報が少ない島だと思います。私は今回天売島ではウニ尽くしの夕食、その後ウトウのナイトツアー、次の日の朝は天売島一周バイクでツーリングで絶景スポットを巡りました。最後に生ウニを食べて帰りました。そんな魅力あふれる島である天売島に旅行した動画について紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。今回の出発地、羽幌フェリーターミナルです。今回もホンダのグロムでツーリングしました。羽幌フェリーターミナルの中の様子です。乗船券売り場と奥に浜の母ちゃん食堂というレストランがありました。こちらでも天売島産のウニ丼や羽幌名物甘エビ丼など食べることができます。乗船券は出港30分前からしか購入することができません。ただバイクの受付は隣の受付でその前から手続きができます。もし酔い止めの薬を持っていない方はこちらで購入することができます。船酔いが心配な方はぜひ買って飲んだ方が良いと思います。私が乗船した船は羽幌から天売島まで途中八木尻島に寄りました。羽幌港からの距離は約28キロ、所要時間は約1時間半、2等船室で料金は片道2330円でした。乗船券を買ってすぐにバイクでフェリーに乗り込みました。2等船室はこんな感じで床に座ったり横になっている人がいました。少しずつフェリーが岸壁から離れていきました。まばらでしたが羽幌フェリーターミナルから手を振ってくれている方がいました。この日は天気は良かったのですが海がかなり荒れていました。私は結構船酔いしてしまうのですが酔い止めの薬を飲んでいませんでした。めちゃめちゃ船が揺れていたので周りの人も気持ち悪くなっている人が結構いました。私も結構気持ち悪くなってしまいずっと袋を口に当てていました。辛かったですね。羽幌フェリーターミナルを出発して約1時間で八木尻島に到着しました。こちらで数名下船しました。逆にここから乗船してきた人は結構いました。今回は八木尻島には行けなかったので機会があれば行ってみたいと思いました。しばらく八木尻島を見ながら進んでいきました。八木尻島から30分ぐらいで天売島が見えてきました。天売島フェリーターミナルの前には旅館の方やおまわりさんなど結構な数の出迎えの方が見えました。私はバイクでしたので岸壁に着くまで見ることができずバイクがあるところに向かいました。バイクでフェリーから下船しました。バイクが数台見えたかと思いますがあの中に栃木県の宇都宮から来られた方がいました。天売島フェリーターミナルから改めて出発します。
こちらのボロロン2、お世話になりました。途中までは気持ち悪かったのですが、その後外にいましたので、バイクに乗る頃には回復していました。この後旅館に行く前にバイクで島を一周してきました。だいたい40分ぐらいで島を一周して、その後旅館に行きました。今回の宿泊先は旅館野上です。部屋は2階で和室でした。水とコーヒーは1階に置いてありました。ただドリンクは売っていませんので、フェリーターミナルにある自販機などで購入しておいた方が良いと思いました。部屋からは絶景の海と、奥にはヤギシリ島を見ることができました。手売島では様々なアクティビティがありました。この中で私はウトウキソナイトガイドを申し込みました。こちらのツアーは5月下旬から7月下旬くらいまでの期間限定のようです。また事前ネット予約をして当日参加前に現金で参加費を払わなければならないので注意です。そのため夕食は17時半から食べました。こちらは夕食です。今回私はウニ尽くしプラン1泊2食付き税込み11,000円で宿泊しております。ウニ汁はウニと塩味がマッチしていました。焼きウニは香ばしかったですし、マガレーの煮付けは身がふわふわで味が染みていました。殻付きウニやウニ丼は本当に甘かったです。それ以外につぶ貝やホタテなどほとんどが手売り産、もずくはヤギシリ産など地元の海産物にこだわった料理でした。本当に美味しかったです。食事をした後、19時にウトウナイトツアーのバスが迎えに来てくれました。歩道の横にある穴はウトウの巣です。だんだん日が沈んでくると、ウトウが魚を口にくわえてこの穴の巣に戻ってきました。肉眼では魚をくわえていることが分かりませんでしたが、幻想的な雰囲気を味わうことができました。ナイトツアーから帰ってすぐ寝てしまいました。昨日あれだけ食べたのに朝ごはんは食べれますね。焼き魚は羽幌産のニシンだそうで、味がしっかりしていて本当に美味しかったです。フェリーが10時25分発でしたので、8時半前に旅館を出発しました。奥にはパークゴルフ場がありました。北海道の高齢者の楽しみですよね。右側に厳島神社、左側に自販機がありました。この辺りに民宿や旅館など数軒ありました。床屋が右側にありました。美容室はあるんでしょうかね。手売り島のお土産を売っている川口商店と、その先に三浦商店がありました。時間があったら覗いてみたかったですね。左側に郵便局もありました。手売り島で ATM はこちらしかありません。営業時間は日曜日以外の9時から17時までですので注意です。手売り島の中心部から少し走らせていくと、奥に海が見えてきました。鳥の糞が道路に増えてきた頃、たくさんの海鳥が道路にいました。バイクで進んでいくと、飛び立って逃げていきました。坂道をしばらく登っていくと、赤岩展望台の駐車場に到着しました。駐車場には誰もいなかったですね。
昨日参加した伊東のナイトツアーで歩いた道を赤岩が見える位置まで向かいました。左側には真っ青な海、右側には伊東の巣穴が見えました。ゆっくり階段を降りていきました。ここから下を覗くと手売島の一番の観光スポットである赤岩が綺麗に見えました。ちょっと見えにくいかもしれませんが、岩の付近に海鳥が飛んでいるのが見えました。めちゃめちゃ綺麗でした。赤岩展望台からバイクだと 2,3 分で千鳥ヶ浦園地に到着しました。こちらから歩いて海鳥観察車に向かいました。観測車までは絶景を見ながら歩いていきました。海鳥観測車の中には50倍の望遠鏡が無料で海鳥を観察することができました。千鳥ヶ浦園地を後にしました。こちらを左に曲がって観光スポットの観音崎展望台に行きました。駐車場から3分くらい歩きました。この島にはマムシが生息しているらしいです。私はヘビが大嫌いなので出てくるなと思いながら歩いていました。こちらからの眺めは100メートル以上の断崖絶壁に圧倒されました。観音崎展望台を後にしてバイクを走らせると、右前にヤギ尻島がさらに大きく見えてきました。この景色最高ですね。手売島フェリーターミナルに行く前に海の宇宙館に行きました。店内の様子です。季節の花々や海鳥の写真など無料で見ることができます。またアクティビティの参加費の支払いもこちらで行います。お土産も売っていますのでフェリーに乗る前に寄ってほしいと思いました。海の宇宙館を後にして手売島フェリーターミナルに向かいました。だんだんフェリーターミナルが見えてきました。右手のお店で原チャリや自転車をレンタルできるオロロンというお店がありました。手売島フェリーターミナルに到着しました。こちらはフェリーターミナルのすぐ近くにある新鮮なウニを食べることができるお店、オロロン屋です。歩いてお店に近づいていきます。多分この後フェリーに乗るお客さんがすでにウニを食べていました。こちらのお店では殻付きのウニが特大では500円、大が300円、中は200円で食べることができます。こちらの生けすに来ているウニをこちらのレディにナイフで切ってもらいました。左のウニが特大サイズ、右のウニが中サイズです。さすが、たった今さばいてもらったウニは本当に甘かったです。中に入っているウニの量は中サイズでも十分入っていましたので、今度来る機会があったら中サイズを3個食べようと思いました。手売島フェリーターミナルの中の様子です。こちらの乗船券販売所でも酔い止め薬を売っていますので、船酔いしやすい方はぜひ買っていただければと思います。フェリーターミナルの建物横には自販機がありましたので、宿泊祭に行く前やフェリーに乗る前に買っておいた方が良いと思います。こちらで乗船券を買ってバイクの待機場まで向かいました。
こから帰りのフェリーに乗り込み、羽幌から旭川に帰りました。これで今回の動画は以上になります。今回は海鳥とウニが有名な島天売島にツーリング旅行をしてきました。旅館でのウニ尽くしの夕食やウトウのナイトツアー、ツーリングでの絶景の景色、最後に殻付きウニを食べて大満足の旅行でした。ぜひ皆さんも一度天売島に行かれてみてはいかがでしょうか。今後もツーリング動画を作成していこうと思っておりますので、その時はご視聴いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。